おはようございます。マスタです。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。ルネさんということですね。今日はですね、ちょっと一発ギャグをですね、加えていきました。はい、そんな感じで始めていきたいと思います。今日はですね、どんな話をしようかなと思ったんですけれども、僕たちコピーライターとかマーケッターたちがどういうことをですね、勉強していったらプロになれるのかということをですね、お話をしていきたいと思うんですね。なんでですね、この話をするのかといえばですね、よくですね、セミナーとかいろんな会場でお会いするとですね、なんかそれ知ってますよとかですね、それなんか聞いたことありますねとかっていうバカがいるんですけれども、そんなバカのことをですね、差し置いておいてですね、差し置いておいてっていうのかな、わかんないですけれども、そんなことをほっといてですね、僕たちがどんな勉強をしてですね、そしてどういうふうにスキルにですね、転換をしているのかというですね、お話をしていきたいと思うんですね。そしてですね、どういう知識がどういうスキルにつながっていって、で、プロの人たちはどういう勉強をしているのか、これを知ることによってですね、スキルがぐっとアップしたりとか、今まで勉強していなかったもの、もしくは自分が今まで勉強していたものでもですね、どういう方面から勉強をしていけばいいのかということをですね、シェアしたかったんで、今日のお話を作りました。まずですね、ぶっちゃけて言いますと、いろんな教材を今日は紹介をしていきます。その教材はどういうふうに役に立つのか、その本はどういうふうに役に立つのかということですね。できれば6分から8分以内でですね、お話をしていきますので、ぜひですね、ご覧になっていただけたらなと思います。まずですね、いろんなですね、商品サービスがありますけれども、コピーライターなんでですね、いろんな話がありますけれども、まずですね、この、デイビッド・オグルビーのですね、オグルビー・オン・アドバイザー、アドバタイジングですね、このですね、売る広告ですね、これぜひ買ってみてください。いろんな事例がですね、載ってるんですけれども、こういう事例ですね、アメリカの広告なんで、これをですね、どういうふうに、どういう戦略のもとこういう広告を作っているのかということですね、が書いてますので、ぜひですね、これを参考にしてみてください。でですね、考え方を学ぶんであれば、スティーブン・コービーですね、7つの習慣のスティーブン・コービーのですね、この商品ですね、とてもいいと思います。このベスト・オブ・コービーが今売っているかどうかわからないですけれども、僕は7つの習慣っていうのですね、セミナーとかも受けましたけれども、やっぱりこの考えをですね、変えていくっていうのはとても重要なんで、ぜひですね、これ学んでみてください。スティーブン・コービーとかですね、ジェームス・スキナーさんのですね、7つの習慣とかをですね、買っていただけると分かりやすいと思います。これはですね、ダイレクト出版の商品ですけれども、小売店集客法ですね。集客講座、これビル・グレイザーというのですね、こうやつですけれども、これはですね、本当にダイレクトメールの山ですね。ダイレクトメールの山ですね。これをですね、学べますんで、どういう書き方がいいのか、どういうステップで送っていったのか、どういうマインドセットでやっていったらいいのかということですね、お話ししていってますんで、ぜひこの教材を買ってみて勉強をしてみてください。特に小売店の方たちはいいと思います。小売店の方をやっている方たちとか、小売店をお客さんにしている方ですね。ぶっちゃけ僕が作るダイレクトメールとかはここから全部パクっています。あとこれですね、ダン・ケネディのレネゲード・ミリオナシステムですね、このテキストですね、なんですけれども、すごい薄いかもしれませんが、ダン・ケネディの集大成と呼ばれている教材ですね、29年間の集大成とかってやってますけれども、ものすごく中身のあってですね、他業種というか他社ですね、同業他社の人たちから突き抜けるためにどういうことをスキルをどういう学んでいって、どういうふうに勉強していったらいいかということもですね、全部ですね、言っていってくれてますんで、ぜひこの教材を少し15万か20万ぐらいしますけれども、高いですけれども、買ってみて損はないと思います。あとこれですね、これも大学出版ですけれども、ザ・レスポンス・ゴードですね。これ僕バインダー全く挟まずにですね、冊子めっちゃ読んでますけれども、こういうですね、ニュースレターですね、毎月2回のニュースレターを、ダン・ケネディのニュースレターを読むことによってですね、アメリカの最新事例というのが学ぶことができますので、ぜひですね、このマーケティングというのはですね、メッカがアメリカなんですね、欧米なんで仕方ありません。そのアメリカの事例をですね、学んでいてですね、自分のビジネスに応用すべきだと思います。そして教材の最後になりますけれども、これですね、新マグネティックマーケティングですね。これ素晴らしいと思います。ボリュームはね、いっぱいありますね。みんなですね、どういうふうに書いたらいいかわからない。レター書きたいけれども、どういうふうに書いたらいいかわからないっていう人たちたくさんいると思いますけれども、これでも一切ですね、その悩みは消えていくんだと思いますので、ぜひですね、これ買ってみてください。何本ぐらいですか？ 5 万か6万ぐらいですか？はい、安いもんですよ。5万、6万でしょ？
1巻商品売って50万、60万稼いでしまったらですね、もうペイするじゃないですか。ぜひ買ってみてください。ダン・ケネディの本ですね、この26の行動原則ですね、ウェルスアトラクションセミナーのですね、題材になった本ですけれども、これもやってみてください。自分たちがどういうふうに富を引き寄せていくのか、ウェルスアトラクションをしていくのかということですね、が学んでいけると思います。で、ぜひやってみてください。このコピーライター必須の本ですね、インフルエンスですね。影響力の武器ですね。これはですね、ロバート・チャルディーニというですね、心理学の博士がですね、発見したですね、人間はこういう風にするとこういう風になってしまう。こういう風にしようと思っていても、絶対こうされると、ああなってしまうというですね、この心理学ですね。北風と太陽というところの太陽でですね、旅人のコートをどうやって脱がしていくのかというですね、そういう本です。ぜひですね、この人間に強くなっていきたいセールスマンもですね、これを読むべきだと思います。そしてですね、次ですね、神田正則先生の60分間企業ダントツ化プロジェクトですね、僕はこれも死ぬほど読みましたけれども、どういうふうにビジネスモデルを作っていくか、どういうふうにやっていくか、アメリカの事例なんか使えないですよとかっていう人たちはですね、このですね、神田先生の書かれてですね、この60分間企業ダントツ化プロジェクトですね、読んでみてですね、自分のビジネスに応用してみてください。自分たちのビジネスモデルがですね、果たして今どの段階なのか、成長期なのか、衰弱期なのか、衰退期なのか、もう終わってんのか、始まってもいないのか、どの段階に自分があるのかということを知ることができますので、ぜひですね、勉強をしてみてください。コピーライター必須の本ですね。次は、ザ・コピーライティングですね、ジョン・ケーブルズの本ですね。これも事例がたくさんありますね。古典的なクラシックな事例っていうのがいっぱいありますので、これも読んでみてください。3500円ぐらいですね。はい、読むに値します。で、次もですね、本なんですけど、伝説のコピーライティング実践バイブルですね。これロバート・コリアの本ですけれども、これもですね、事例がたくさん載っています。もともとですね、アメリカでですね、書かれていたものがさっきもこのですね、60分間起業家ダントツ化プロジェクトと書かれた神田正則さんという方がですね、簡約をしてですね、本なんで、この本めっちゃいいですけども、辞書ですね、もうバイブルです、本当に。はい。ぜひですね、買ってみてください。これはですね、売ってはいないんですけれども、スパイダン・ケネディってですね、ニュースレターがありますけども、そのスパイダン・ケネディを買われた方にですね、ファーストブックですね、ファーストテキストブックというか、ステップアップブックですね、スタートアップブックですね、っていうのがありますんで、このですね、テキストブックを活用してみてください。僕、これ、何回読んだやろ、ほんまに。むちゃくちゃボロボロになってますけれども、すごいシンプルなんですけれども、ものすごくいいことが書いていてですね、僕たちコピーライターが忘れている秘密というのをですね、ぜひこのテキストが知ることができますので、これ今一度ですね、持っている人たちは読んでみてください。次の神田正則さんの本なんですけれども、これは非常識な成功法則。もうこれ僕読みすぎてですね、もう帯どっか行ってるし、もうむちゃくちゃなこと書いてますけれども、ほんまに、もうガリガリ書きましたね。もうガリガリ書いてますけれどもぜひですね、このですね、成功法則ですね、自分の潜在意識がどういうふうにアプローチしていて顕在化していくのかということをですね、勉強するにはとてもいい本なんで、ぜひ買ってみてください。J. バラムのですね、ハイパーマーケティングもこれマーケティングの超基礎編です。超基礎編。で、超上級編までちゃんと応用できるですね、ビジネス書になってますので、今一度マーケティング力が弱い。自分のマーケティングの穴が開いているかもしれないというですね、危機感を持っているマーケターたちはこれを読むべきです。はい。次ですね。アヌル・カーネギーのですね、アヌル・カーネギーじゃないデイル・カーネギーのですね、人を動かすですね、これももう古典ですね。僕もこれもむちゃくちゃ見ましたけれども、どういうふうに人間が磨かれていくのか、どういうふうに人間が動いていくのか、成功って一体何なんだろうかというですね、深いテーマに入っていってますんで、ぜひ自分の人生を深掘りしていく人たちはですね、このですね、デイル・カーネギーのですね、人を動かすですね、現代が How to Win Friends and Influence People ですけれども、どういうふうに友達とかにですね、影響力を及ぼしていくのか、どういうふうに買っていくのか、どう買っていくのかですね、をやってみたらいいと思います。次に、紹介する本は7つの習慣ですね、亡くなられましたけれども、スティーブン・コービー博士のですね、この7つの習慣ですね、いろんな企業研修とかでも受け入れられてですね、この前、去年ですか、日本でもですね、7つの習慣セミナーというのがありましたけれども、ぜひですね、この7つの習慣ですね、読むことですね。ちょっと難しいですけれども、どんどん自分の人生を深くしていくですね、この人を動かすとですね、本と並ぶですね、すごい古典になってますので、ぜひですね、読んでみてください。そして最後にご紹介しますのが、僕の人生を変えてくれたこのダン・ケネディの悪魔の法則ですね。今これ多分、常識の壁を越えてっていう本になっていると思いますけれども、このですね、僕は悪魔の法則をですね、もうぶち切れました。
その証拠にですね、この本に書かれていることをほとんど全てですね、自分のビジネスで応用したと思います。嘘ですね。これ、現代が No Rules 21 Giant Lions About Success ですね。21の成功に関する大嘘っていうですね、本なんですけれども、ぜひこのですね、本をですね、常識の壁を越えてっていうやつもありますけれども、読んでみてほしいと思います。今日はですね、いろんな教材とかいろんな本を紹介しましたけれども、僕たちがどういう風なものを勉強して、今この報酬をもらえるようになったのか、どういうスキルを身につけてきたのかということですね、積み重ねのためにですね、これ多分僕の知っている友達たちはみんな読んでるんだと思いますし、現にですね、年収3000万、4000万、5000万ですね、以上稼ぐ人たちのですね、コピーライターたちはですね、この商品の全てのエキスをですね、自分の体の中に入れてお客さんに提供しているんだと思いますから、ぜひあなたもですね、この教材、今日ご紹介した教材全てではないとしてでもですね、一部ですね、深く掘っていってください。そのことによってですね、プロとしてのお仕事がだんだん増えていくんだと思います。ぜひですね、勉強をしてみてください。そしてですね、本物のですね、人たちと出会ってですね、本物のスキルというのを磨いていってください。今日はですね、そんな感じで終わっていきたいと思います。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。